今回はクローンと整列について解説していきます。最初はクローンについて見ていきましょう。まず、コピー元となる三角形を描いていきます。次に、この三角形を選択します。そしてクローンボタンを押します。すると、モデルにクローンが追加されますが、3D ビューには元の図形とクローンが重なっているので両者を識別することができません。そこで、変換を使ってクロームを移動してみます。すると、このようにコピー元と同じ図形がクローンとしてコピーされていることがわかります。もう一度、図形を選択して、クローンを作ってみましょう。作成されたクローンを選択し変換を押して、位置を移動します。するとこのようにクローンが作成されたことがわかります。こちらが元になる図形です。作成されたクローンは、元の図形のプロパティを変更することによって、クロームの形状を変更することができます。ただし、クローンには独自の位置、回転、スケール、および独自のビュープロパティがあります。それ以外であれば、プロパティの変更が反映されます。例えば、フィレットの半径を 2mm に変更してみましょう。すると、このように元図形の変更がクローンにも反映されてきます。半径も変更してみましょう。例えば、13mm に変更します。すると、このようにすべての図形が大きくなります。次に、整列ツールについて見ていきましょう。最初に、コピー元となる正方形を選択します。そして、整列ツールをクリックします。すると、このようにタスクパネルが表示されますので、要素の数を入れます。ここでは X 方向、Y 方向、Z 方向にコピーする数を指定します。ここでは X 方向に4、Y 方向に3と指定します。次は X の間隔ですが、これは横方向のコピーする間隔を入れます。ここでは 15mm とします。そして、Y の間隔は縦方向のコピー間隔です。ここでは 20mm とします。Z 軸についてはコピーしないので、そのままとしておきます。こちらの結合オプションは、コピー後に各要素が重なる場合にコピー結果を結合するかどうかを、リンク配列オプションは、コピーをリンクオブジェクトにするかどうかを決めます。リンクオブジェクトにするとコピー結果の計算が効率化されます。これで決定すると、このように、3行、4列のコピーが完成します。先ほど、Y の間隔をプラスの値を入れましたので、上方向にコピーされています。そこで Y の間隔をマイナスの値を入れて、やり直してみましょう。正方形を選択し、整列ツールをクリックします。そして、X の要素数を4、Y の要素数を3と入力します。そして、X の間隔を 15mm、Y の間隔をマイナス 20mm に設定します。これで OK を押して決定します。すると、このように下方向にコピーされて作業平面に収まりました。次は軸集整列を行ってみます。コピー元の円を選択し軸集整列ツールをクリックします。ここでは、原点を中心として円のコピーを行ってみましょう。軸集角度は、コピーする円周の角度を入力します。次に要素数にコピーの数を入力します。ここでは要素数を7個に設定します。そして回転中心をマウスでクリックして入力します。ここでは、
回転中心を原点に設定しましょう。すると、このように原点を中心としたコピーが完成します。次は、円形整列について説明します。コピー元を選んだ状態で、円形整列を選択します。すると、このようにタスクパネルが表示されます。最初に半径距離を入力します。これはオブジェクトのレイヤーから次のオブジェクトのレイヤーまでの距離となります。レイヤーは同心円状に作成されますので、その距離を設定します。例えばここでは 10mm に設定します。次に接線距離を入力します。これは整列円の要素から同じ円内の次の要素までの距離を指定します。ここでは 15mm に設定します。次の円形レイヤーの数は、同心円の数にあたります。対象は、各円内での各コピーの数ですが、実際のコピー数は半径距離と合わせて決定されます。最後に回転中心をマウスでクリックして決定します。すると、このようにレイヤーが3個の同心円状のコピーが作成されます。次は、パス整列について説明します。これは、選択したパスに沿って、選択したオブジェクトのコピーを作成する機能です。最初にオブジェクトをコピーする経路、パスを作っていきます。B スプラインでパスを作成します。このような形で経路を作成します。それでは、この経路にこの図形を配置していきましょう。コピー元の図形と経路を選択します。そして、パス整列をクリックします。すると、このように経路に沿って図形がコピーされました。コピーされる図形の位置は、こちらの1パラメータで調整することができます。例えば、Y 軸方向にシフトしてみましょう。コピーするオブジェクトの数も、こちらのカウントパラメータで設定することができます。次は、点整列について見ていきます。こちらがコピー元となります。次にコピー先となる点を描いていきます。この4つの点をコントロールを押しながら選択します。そして、こちらのアップグレードボタンを押します。すると、ここにブロックが作成されます。それでは、点整列を行ってみましょう。まず、コピー元を選択し、先ほど作成したブロックを選択します。そして点整列ボタンをクリックします。すると、このように配置された点にコピー元の図形が配置されます。最後に、パスツイスト整列について見ていきましょう。これは経路に従って、螺旋状にコピーを行うものです。この例では、コピー元として円を、また経路として B スプラインを使用します。最初に、この2つのオブジェクトを選択します。そしてパスツイスト整列をクリックします。すると、このようにコピー元が経路に沿って回転しながらコピーされます。こちらのカウントパラメータを設定すると、コピーする数を変更することができます。今、こちらが15になっていますので、10個に変更してみましょう。ローテーション係数も変更することができます。0.5 に変更します。するとこのように、回転角度が変更されました。